でございます。快楽亭ブラックでございます。ウイルス退治の特効薬、研究したのはバッカード。脳みその髄まで絞れで、ウイルスに肘鉄食らうんさ。緊急事態宣言の大騒ぎ、ここらでやめてもいいコロナ。もうコロナウイルスのおかげでもう全国の落語家が失業しておりまして、弱ったもんでございますけど、この日本のコロナウイルスはこれ完全に人災ですからね。もう1月に武漢であんだけの大騒動になって、もうその時点で中国人の訪日を止めりゃいいのに、旧正月の中国の団体客、目先の金に目がくらんで中国人いらっしゃいってやっちゃって、これですよ。それでえらいことになったのに、まだオリンピックがあるからっていうんで、もう検査の数を絞って、もう日本じゃウイルスなんか流行ってませんよ、やってオリンピックがダメになった途端に、もう皆さん経済より今は命が大切です。どの口で言ってるんだバカ野郎。もう本当に腹が立って仕方がないわけでございましてね。まして安倍首相が二言目には、悪夢のような民主党政権。なんで民主党政権になったかっていうと、その前の麻生内閣があまりにもひどすぎたから、もう日本中が呆れ返って、もう自民党はダメだ、民主党に任そうってことになったんですから。漢字の読めない首相としてね、麻生首相。麻生内閣時代、うちの秀次郎小学校5年生だったんですけど、何気に聞いてみたんですね。おい、お前と麻生首相ってどっちが頭いいんだ。もう間髪を入れず、おらもう小学5年生にバカにされるほどバカな総理大臣。大体麻生財閥というのは九州一の大財閥。太郎ですから、その長男に生まれたんですけど、あんまりバカすぎて、こんなやつに会社任したら絶対潰れちゃうから、お前は政治の方でもやっとけ、政治家にさせられた。そんなバカを。でまして首相の時に散々失敗してるのに、財務大臣にしとくバカもないもんじゃないか。まあ財務大臣にする安倍も安倍ですからね。もう政界のサラブレッドですよ。父親は安倍晋太郎、おじいさんが首相までやった岸信介、おじさんが佐藤栄作。こんだけ政界のサラブレッド。日本はコネ社会なんですから、こんだけの血統があったら、まあ東大京大一橋は無理にしても、学習院か早慶かどっかが引き取ってくれるんですけど、あんまりバカすぎて、こんなバカ引き取ったらもう示しがつかなくなるかって、もう学習院にも早慶にも断られて、ようやっと政経に入れてもらったバカなんですから。でその家庭教師についたのがね、葛飾区選出の平沢勝栄。平沢勝栄が家庭教師についていろいろ教えてやったんだけど、あんまり覚えないから「バカかお前は」って言ったら、それを根に持っていまだに大臣にしないという執念深いバカという、一番たちの悪いバカ2人がこの戦後最大の国難で、この国のナンバーワンナンバーツーなんですから。おのの方、お騒ぎあるな、お騒ぎあるな。これは夢でござる。戦後最大の国難でそんなバカ2人が国のトップに収まっているとは、このようなことがありえようはずがござらん。夢だ夢だ夢だ夢でござる。もうそう言いたくなるような悪夢でございましてね。ですから私は言ってるんです。新型コロナウイルスというのは地球の意志なんだ。もう地球温暖化で地球がこのままだと滅んでしまう。地球が悲鳴を上げて
グレタちゃんといういたいけない少女を愛の伝道こけしとしてこの世に送り込んで、皆さん地球の温暖化はやめてくださいって言ったのに、もう世界の首脳が聞く耳を持たず、もうグレタちゃんをちょっと頭の痛い子供扱いをしたんで、もう地球が腹立って強権発動したのが新型コロナウイルス。どうです？コロナウイルスのおかげで石油が底根割れですよ。地球温暖化見事に止まっちゃったじゃないですか。もうデリーの町からヒマラヤ山脈が見えるようになっちゃったんですから、しかも世界の紛争まで止まりましてね、そんなの関係ないっていうばかりにミサイルバンバン撃ってたキム・ジョンウンは天罰で死にそうですしね。これでキム・ジョンウン殺してくれたらコロナ様々ですよ。コロナ祭りをやらなきゃいけないかな、ちょっとそういうコロナの利点も考えなきゃいけない、思ってるわけでございますけどね、だいぶ宗教かかってまいりましたけども、ちょっと私の教えに安倍昭恵夫人が、従ってくれないかなと、淡い期待を抱いてるわけでございますけども、世界の三大聖人といいますとキリストに孔子に釈迦なんだそう